これでわかるロンドン島の王子たち。まずこちらの絵をご覧ください。ポール・ドラローシュのロンドン島の若き王と王子。イングランドのエドワード5世とその弟リチャードです。この二人、何かに怯えている様子。この絵をより味わってもらうために、この時の背景をお話ししてからまたこの作品に戻ってきます。鍵となるのは彼らの叔父、リチャード3世。シェイクスピアのリチャード3世で有名になりました。次々に邪魔者を排除した極悪非道の王。リチャードの兄であるイングランド王エドワード4世の体が弱ってきます。リチャードが王の座を狙い、もう一人の兄ジョージを殺害。エドワード4世が病死します。順当な後継者である息子がエドワード5世として即位。ですが、リチャードは息子たちは諸子であるから王位継承ならずと言い、1483年、リチャードが王位を奪い、リチャード3世として即位しました。そしてエドワード5世とその弟リチャードをロンドン島に幽閉します。この時エドワード5世が12歳、弟が9歳でした。2人はしばらく中庭で遊ぶ姿が目撃されていたのですが、4ヶ月後の9月を最後に誰も彼らを見ることはなくなりました。その後200年ほど経った1674年、2人分の頭蓋骨が発見され少年のものと判断されました。1933年に再度調査が行われ、一つは12歳から13歳、もう一つは9歳から10歳のものとされました。ただ、この時の調査はそれほど正確なものなのかどうかはわかりません。リチャード3世は王になって2年しか持ちませんでした。30年間ほど断続的に続いたイングランド・バラ戦争にて戦死しています。32歳でした。バラ戦争とは、イングランドの王権をめぐるランカスター家とヨーク家の内乱。ランカスター家の家紋が赤バラで、ヨーク家の家紋が白バラだったことから、後にバラ戦争と呼ばれました。リチャードはヨーク家です。この時、母方がランカスター家のヘンリー・チューダーがランカスター家と協力し、ヨーク家と戦います。ボズワースの戦い。ランカスター側が勝ちます。その後、ヘンリーがヨーク家の王女と結婚したことにより、バラ戦争は終結。そしてヘンリー・チューダーはランカスターを名乗らず、チューダー朝を開きました。ヘンリー7世として即位。リチャード3世の遺体は裸にされて2日間さらされました。さて、このリチャード3世の悪役ぶりですが、シェイクスピアによりイメージが定着しました。どこまでが本当にリチャードの仕業だったかははっきりしていません。シェイクスピアの話のベースとなったのはトマス・モアによる伝記でした。そこにリチャードの命令で王子たちの殺害に関わったとジェームズ・ティレルという人物が告白したとあります。拷問の上の告白だったかはわかりませんが、トマスはヘンリー7世の息子ヘンリー8世の時の大法官。とても王に忠実な人物でした。事件が起こったのはまだ5歳の時。そのため自分の師であるジョン・モートンから聞いた話を記録して本にしました。そのジョンは実はリチャードに恨みがある人物。リチャード側のヨーク家についていたのですが、リチャードの暗殺計画にも加担したことがあります。それがバレて幽閉。そして脱出してフランスへ逃亡し、そこに亡命していたヘンリー・チューダーのところへ行き、ヨーク家からランカスター家に寝返ります。その後、チューダー朝になってからヘンリー7世の引き立てで大出世した人です。ヘンリーのためにリチャードを悪く言ってもおかしくはない。トマスもヘンリー8世に恩義があります。もしくはヘンリー8世が自分たちを正当化するために前の王朝を悪く書かせたという可能性もあるかもしれません。ちなみにリチャード3世がそれほど極悪な王ではなかったかもという見方は、チューダー朝が終わってスチュワート朝になってから少しずつ出てきました。
なので本当の黒幕はリチャードなのかヘンリーなのか、また別の誰かなのかはっきりしていません。ただ王子らをロンドン島に幽閉したのは間違いなくリチャードです。そして2人が消息を絶ったのも事実。こちらの絵に戻ります。ベッドの上で2人は身を寄せ合っています。疑い、恐怖、何が待ち受けているかわからない不安な日々に疲れ切っている様子。何か物音がしたのでしょうか。聖書を読むのをやめ、耳を澄ませる。扉に向かって犬が吠え出し、何者かの気配を感じる。扉には足の影が。この絵はまさに暗殺される直前の場面を描いた作品です。蒼白な顔をした2人の鼓動が聞こえてきそう。まるでミステリー映画を見ているような気分になります。さて皆さんは誰が黒幕だと思ったでしょうか。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。